どうもこんにちは。今回の動画なんですけれど、 VTuber の方って生配信している方が多いじゃないですか。心の中では私もやってみたいなと思いつつ、主におしゃべりの技術的に生配信に耐えられるトークは無理だろうと、グダグダになって事故るなという理由でやってないっていうかできないんですよね。しかしそういう生配信の願望がなくはないっていうのと、一回それなりに長い動画を作ってみたいと思ってたんですよね。今までで一番長かったのって20分くらいだったと思うんですが、それよりも長いやつを作りたいですね。今喋っている段階でこれがどのくらいの長さになっているのかは分かってはいませんが、20分は超えたいですねってなことを考えてまして、それでやってみようと思ったのがラジオ感覚で聞き流せるやつなんですよね。なので一応テロップはガツリ入れますが、画面見なくてもいいような感じで進めていこうと思っています。ただ少し怖いのは編集が入っているにもかかわらずグダグダになることなんですよね。雑談配信している方多いですけど、ああいうプロのクオリティを求められると辛いので、緩めに聞いてもらえると嬉しいです。いやしかしですね、毎回思うんですけど、一人は辛い。おしゃべりの負担が重すぎますね。聞き手がいたり、あとはコンビみたいに2人で喋るとかだと会話形式で話せるので、めちゃくちゃ楽なんじゃないかと思ってますね。あとツッコミ不在っていうのがなかなかにしてやりにくいですね。漫才みたいには当然できないですけど、突っ込んでくれる人がいるとやりやすいんだろうなと思うことがありますよね。だから一人喋りの動画作ってもう1年以上経ちますけど、すごく感じるのがラジオのパーソナリティの方、本当にすごいなって思いますね。一人で喋り続けている方いらっしゃるじゃないですか。しかもただ喋るだけじゃなくてめちゃくちゃ面白い。尊敬しかないですね。横道にそれてしまいましたので、それはいいとして、今回のトークテーマですよね。長尺で喋るにあたって良さそうなものをこさえてみました。今回のテーマは時計道です。もうすごく漠然としていて、いくらでも膨らませられる感じがしますよね。ざっくり私が自分の時計コレクションについてどう考えているか、今後どうしようとしているかみたいな話をしていこうと思います。それで最初になんでこのテーマにしようかと思ったのかってことを話していきたいんですが、別の動画でも話したことがありますが、最近私お財布の買い替えを検討しているんですよね。その成果というか、これをおすすめしたいみたいなのはいずれお話しできればいいなと思っていますが、それでいろいろお財布について調べていたらですね、気づいちゃったんですよね。バッグも欲しいことに。いやもう物欲の嵐が吹き荒れちゃってますね。最近ってキャッシュレス化とかそういうことがあって荷物が結構減ってきてるんですよね。だから小さいバッグいいなってなっちゃって、小さいバッグに限らずいろいろ調べ始めちゃったら止まらなくなっちゃって、もう時計どころじゃねえぞってなっちゃいましたね。それであまりにもバッグの海をサーフィンしたからだと思いますが、 YouTube が動画をおすすめしてくるじゃないですか。その人の好みに合わせてそれがバッグだらけになってまして。どんだけ見てるんだって話なんですけど、でそんな感じでいろいろ見ていたら What's in my bag 系の動画が出てきて、たまたま見ちゃったやつがあったんですね。それがどんなのかというと、ファッションコーディネーターの大塚さんのバッグの中身を紹介するやつだったんですよね。それが良かった。いやー良かったですね。大塚さんはエルメスの黒いケリーを使っていたんですが、それが良かった。いや結局エルメスが好きなだけかいっていうわけじゃないんですよね。そのケリーは結構前に買ったやつらしくて、しかも当時すでにヴィンテージだったみたいなものらしいんですけど、なので結構年季が入っていたんですが、それがめちゃくちゃかっこよかったんですよね。使い込まれている感じがとっても素敵でしたね。新品のものも当然ながら綺麗だと思いますけど、使い込むと当然傷がついたりくたっとしたりみたいなことがあって、それが味になるなんて言いますよね。それもあるのかなとは思いましたが、私はむしろ使っている人のカバンに対する愛着だとかこだわりだとか、そういったことがカバンに染みついていて、それによって持ち主とカバンがうまく馴染んでいるという感じ、その人のスタイルにバチッとはまる感じがあったんですよね。言い方を変えると、その動画で見たのはエルメスのケリーではなく大塚さんのバッグなんですよね。これ伝わるかな。そういうことなんですよね、感想としては。だから思ったわけですよ。ケリー欲しいって。い
や一つのものを長く愛用するのがめちゃくちゃかっこいいって思ったんですよ。ちなみにエルメスのケリーなんですけど、定価とか二次流通の価格とか調べたらびっくりしましたね。とてもカバンの値段とは思えないことになっていて、浮世離れしてましたね。本当に時計のロレックスマラソン、バッグのエルメスパトロールみたいになってますから、なかなか人気のものを手に入れるのは難しいみたいですね。それはいいとして、私が言いたいのは一つのものを長く愛用するのがめちゃくちゃかっこいいってことなんですよ。その人のこだわりを感じるっていうところもいいなと思っちゃいましたね。しかしもうこれを言うためにエルメスを引き合いに出して遠回りしちゃいましたけどね。それでこれは当然ながら時計も一緒だと思うんですよ。若い人が真新しい時計をつけているよりも、年配の方が年季の入ったモデルをつけている方がめちゃくちゃかっこいいし素敵だなと思います。私も憧れますね。そうなりたい。ちなみにですけど、この話って時計をコレクションする派の方と反りが合わないように聞こえますが、これは主義の違いといいますか、高級時計の特性上しょうがないところがあるんじゃないかと思っていますね。つまり我々が好きな時計は時間を知るための道具、ファッションのためのアイテムたる実用品の一面もあれば、鑑賞のための工芸品という一面もありますから、そのどちらを時計に求めるかという違いだけのことなので、人それぞれ好みの問題かと思いますね。ただ私は実用品としての時計が好きなので、やっぱり時計はケースの中に鎮座している時よりも腕に乗っている時の方が美しくあってほしいですね。いろいろ買えない身からすると若干のひがみ、妬み、そねみは含まれていますけどねそれはいいとして話を戻しますと、一つの時計を長く愛用するってことですよね。これが憧れなんですけど、じゃあ早速実行してみようと思ってもなかなかできない。簡単なように思えて実はすごく難しいんじゃないかと私は思ってしまいますね。なんでかっていうと理由はいろいろあるんですけど、例えばですけどシンプルに飽きはきそうですよね。自分の身の回りのものを見渡してみても、特に身につけたりとか日常的に使っているもの、嗜好品の類って長く愛用しているもの少なくないですか？もちろん使っていると消耗してきたりってことはあると思いますが、どちらかというと飽きてきてっていうことが多いと思うんですよね。だから最初の敵は飽きですね。いやでもそれって果たして単に飽きているのかとも思うことがあるんですけど、年を重ねると趣向が変わってくるじゃないですか。若い時はスポーツウォッチが好きだったけど、だんだんドレスウォッチが良くなってきたとか、そういうことありますよね。特に今の自分に似合うものと10年後20年後の自分に似合うものが変わってくるっていうことも影響しているんだろうと思いますが、若い時はカジュアルな装いでも成立しますが、だんだんとドレス要素の比重を増やすといいみたいに言うじゃないですか。そうなってくると自然とつけたい時計、好きな時計って変わってくると思うんですよね。このあたりは自分の内面の問題ですが、あとは外界からの影響っていうのもあると思うんです。一番厄介なのが新作。当たり前ですけど毎年毎年新しい時計が登場するわけですよ。欲しくなるよね。最近だと加工技術が進歩したりとか、すごい素材が出てきたりとかで綺麗で使いやすい時計が増えましたよね。それだけでも欲しくなるのに、新しいデザインのやつとか来たらもうダメですね。私は割とクラシックなデザインが好きなんですが、復刻物が出てきた時が一番あかんですね。LUC1860 は完全にノックアウトさせに来てますから、今後ああいうの来たらめちゃくちゃ危険ですね。で、新作っていうところではそれだけじゃなくてトレンドってあるじゃないですか。最近で言えばラグスポになると思うんですけど、時計は洋服なんかに比べてトレンドが回りにくいとはいえ、定期的にブームが起こりますから、その度に物欲刺激されちゃいますよね。そんなこんなでもう右も左も誘惑だらけなもんで、なかなか一つのものを長くって難しいですよね。時計好き界隈では上がり時計というものがありますけど、上がり時計と言ってもいいですし、あとは一生ものの時計と言ってもいいかもしれませんが、これを持っていれば満足するっていう一本、これもまた長く使える時計みたいなコンセプトだと思いますが、果たしてそんなものは本当にあるんだろうかと私は結構懐疑的なんですよね。時計のスペック的には一生ものと言えるものはいくらでもあると思うんです。機械式であればメンテナンスすればずっと使えますから。だから時計自体は決して悪くはなくて、結局は自分の問題ですよね。
飽きずに使い続けられるのか、己の物欲に抗い続けられるか。しかも時計が好きになればなるほど、沼にはまればはまるほど、その人にとってのそんな一本って見つからなくなっていくように思います。追いかければ追いかけるほど遠ざかる幻みたいなもんで、時計が好きになるほど見つからないとすれば皮肉ですよね。だからもしガチの時計好きが一生ものの時計を買って長く使い続けようとしたら、年を重ねても使えるような時計を選ばなくてはいけないっていうのは前提として、時計を買ったらその後一切新作を見ない、調べない、興味を持たないっていう修験者みたいな生活をしなくてはいけないってことですね。できるかまああれですね。そう考えると逆にあんまりこだわりとか持たないで一本あれば十分でしょっていう人が最強かもしれませんね。時計好きが最も憧れるシチュエーションは実はライト勢が達成しているっていうパラドックス。なんとなく複雑な心境です。はい。ちなみに私の場合はどうだったかというと、多くの方がそうだったと思うんですが、最初の1本目買うときは2本目なんて買うつもりなくてっていう感じで選んでましたね。もうそれはいろいろ調べて、でもそういう何買おうかなって調べてる時が一番楽しいんですよね。暇さえあれば時計見るみたいなことをやってまして、それで結局レベルスを買ったんですが、さすがに金額にビビりまして、手をブルブルさせてお金払って、そっからはもう開き直ってホクホク顔で帰りましたね。でそこで満足して終わるつもりだったんですが、というか大満足だったんですが、しばらく使っているとだんだん金属ブレスレットの時計も欲しくなってきてしまって、分かってはいましたけど、特に夏場はブレスレットのやつ使いたいって思っちゃったんですよね。いやー、今振り返ると確実にここがいけなかったと思いますね。最初から使いやすいブレスレットタイプの時計を買っていればこうならなかったような気がしますが、沼に片足突っ込んじゃった感がありますね。それでその勢いそのままにブレスレットの時計を買ってしまいましたね。そしたらもう満足して、これでもう本当に終わりだなってなりまして、しばらく新作も調べないっていう時期もありましたね。だからこの時期がある意味一番良かったかもしれませんね。ここでやめておけば綺麗に終わったかもしれないと思います。でそれで一旦私の中の時計ブームは終わりを告げたかに思われたんですが、なんかわからないんですけど、そっからまた時計熱が再燃しまして、これが最近の世間の時計ブームに感化された感はありますね。結果もう一本買ってしまいましたね。あかんすわしかもこれからいわゆる上がりの時計をなんとか買えないか模索し続けてますから、もう完全に脳が焼かれてますね冷静に考えればそんな何本もいらないんですけど、心を燃やしまくっちゃってますから、もうこの情熱止めらんねえでも多少は自重しようかとは思ってますよ。はい。そんな感じなんですが、最後にまとめの一言的なものを発して終わりにしようかと思っています。時計道と題してここまで喋ってきましたけれども、結局私の時計道って何かってことですよね。現時点でいくつか時計を持っちゃってはいますが、どれも思い入れがあるので長く愛用できればいいなと思っていて、そうすると自分のスタイルに時計が馴染んでくるのか、あるいはそれによってスタイルが確立すると言えるのか、いずれにせよ時計に関して一加減持っているよっていうかっこいい人になれると思うんですよね。少し大げさかもしれませんが、そんな感じになりたいですね。でそのためには煩悩を捨てて無欲の境地に至らなくてはいけないと、そういうことだと思います。だからちょっとこんなこと言うと時計をおすすめしている身としては異例かもしれませんが、時計に興味を持つな、調べるな、買うなってことですねはい。そんな感じで時計道の話でした。それでは今日はこの辺で。僕から以上。いやー、きちー、無理ですわ、長尺で喋るの結構頑張ったつもりなんですけど、意外といかないですね。そもそも実生活で20分以上も一人で喋り続けるってあんまりないと思うんで、なかなか難しいものですね。でも次はもうちょっと長めに頑張ってみたいと思いますね。そのためのお題もよくよく考えないといけないと感じました。ってところで終わりにします。バイバイ。